まずは減税してよ。ベビーシッター優遇に、国民から疑問の声。最近、政府が検討している、ベビーシッター家事代行の税優遇が、ネットで大きな議論になっています。しかし今、SNS では、こんな声が急増しています。そこじゃない。少子化対策としてずれてる。一般家庭は、そもそも使えない。まず、保育園と保育士を何とかして、なぜここまで賛否が割れているのでしょうか。そして、今回の政策、本当に少子化対策になるのでしょうか。今日は、今ネットでかなり議論になっている、ベビーシッター税優遇について、できるだけ冷静に整理していきます。ぜひ最後まで見てください。まず、今回話題になっているのは、政府が調整している、ベビーシッターや家事支援サービス利用時の税負担軽減です。読売新聞などの報道によると、利用料金の一部を税額控除する案などが検討されています。さらに、政府側は2027年に家事支援サービスの国家資格創設も視野に入れているとされています。背景には、共働き世帯の増加があります。特に今問題視されているのが、小1の壁です。子供が小学校に上がることで、保育園時代より預け先が不安定になり、仕事を続けにくくなる。さらに、家事や育児の負担が女性側に偏りやすく、離職につながるケースもある。政府としては、家事や育児を外部サービスで補助し、共働きを維持しやすくしたいという狙いがあると見られています。ここだけ聞くと、一見悪い話には見えません。しかし今、ネットではかなり強い違和感の声が出ています。なぜなのか、一番大きいのは、そもそも一般家庭が使える価格じゃないという問題です。ベビーシッターは地域や時間帯によって違いますが、1時間数千円になるケースも珍しくありません。定期利用すれば、かなり高額になります。例えば、毎月の住宅ローン、食費、光熱費、ガソリン代、保険料、スマホ代、そこにさらに、毎月数万円単位のシッター代を払える家庭が、どれくらいいるのか、ここに現実とのギャップを感じる人も多いです。特に最近は、スーパーでの買い物ですら、前より高くなった、と感じる人が、非常に増えています。子供の教育費や習い事、給食費、学用品、さらに社会保険料負担も重くなり、共働きでも余裕がないという家庭は少なくありません。だから SNS では減税して手取りを増やしてほしい。まず生活を楽にしてほしいという声がかなり増えています。つまり税優遇があったとしても使えるのは高所得世帯中心ではという疑問が出ているわけです。特に日本ではベビーシッター文化が欧米ほど根付いていません。もちろん利用する人もいます。ただ多くの家庭にとっては必要になったらたまに使うものという感覚に近い人が多いと思います。そのため SNS では一部の家庭しか恩恵を受けないのでは現実感がない、もっと別の支援を優先してほしいという声がかなり増えています。そして今特に多く見られるのが、まず保育園や学童を強化してほしいという意見です。例えば0歳児から安心して預けられる環境、待機児童問題、山児保育、学童不足、保育士不足、そして保育士の低賃金問題。実際保育施設そのものが足りないというより人手不足で定員を増やせないという地域も少なくありません。保育士の仕事は命を預かる非常に責任の重い仕事です。しかし現場では仕事量に対して給料が低い、精神的にも体力的にも厳しいという声も長年続いています。その結果、せっかく資格を持っていても保育現場を離れてしまう人も少なくありません。だからネットでは高額なベビーシッター優遇よりまず土台のインフラを強化するべきではという声がかなり強く出ています。さらに今回別の意味でも議論になっています。それが国家資格化です。政府は2027年に家事支援サービスの国家資格創設を検討しているとされています。これに対しネットではまた新しい資格ビジネスでは新しい利権構造になるのではという疑問の声も出ています。もちろん国家資格化にはサービス品質向上、事故防止、安全性向上、こうした目的もあるはずです。ただ日本では過去にも新しい制度、新しい資格、新しい認定が増えるたびに業界との結びつきが強くなるのではという警戒感が出やすい傾向があります。さらに SNS では外国人家事支援の拡大につながるのではという声も広がっています。実際日本ではすでに国家戦略特区で外国人家事支援人材制度が存在しています。そのため人手不足、市場拡大、外国人労働者受け入れ拡大という流れを予想する人もいます。
ただ重要なのは、現時点で政府が外国人ベビーシッター拡大が目的と公式に説明しているわけではない点です。なのでここは断定ではなく、ネットでそうした懸念も出ているという整理が大切だと思います。そして今回かなり多くの人が感じているのが国民感覚とのズレです。特に最近は物価高、社会保険料負担増、実質賃金低迷、こうした状況が続いています。そのため多くの人はまず手取りを増やしてほしい、減税してほしい、子育て世帯の負担を直接軽くしてほしいと感じています。ここでよく話題になるのが年少扶養控除です。年少扶養控除はかつて存在していた制度ですが、子ども手当導入などに伴い廃止されました。しかし今、物価高、教育費増加、生活コスト上昇が続いていることで、扶養控除を復活してほしいという声もかなり増えています。特に SNS では、一部だけを支援する制度より広く減税してほしいという意見も非常に多いです。さらに最近、よく議論になるのが、税収は増えているのになぜ国民生活は苦しくなっているのかという問題です。日本の税収は近年かなり高水準です。背景には企業利益増加、物価上昇による消費税増、賃上げによる税収増などがあります。そのため国民側からすると余裕があるなら減税してほしいと感じる人も多い。特に子育て世帯では食費、教育費、光熱費、住宅費、あらゆる負担が増えています。そして最近は頑張って働いても手元に残るお金が増えないと感じる人もかなり多いです。だから少子化対策ならまず子育て世帯の可処分所得を増やすべきではという考え方もかなり強くなっています。一方で政府側は将来の社会保障費増加、高齢化、財政負担を理由に恒久減税には慎重な姿勢を見せています。ただ国民側から見ると将来不安ばかり理由にして今の生活が苦しくなっているように感じる人も少なくありません。ここに大きな温度差があります。そして今 SNS 時代になったことで国民が感じる違和感が一気に可視化されるようになりました。昔ならテレビや新聞だけでは見えにくかったものが今は X や YouTube のコメント欄でリアルタイムに共有されます。だから最近は特に政治と国民感覚が離れていると感じる人が増えているのかもしれません。ただ一方で政府側にも事情はあります。日本は超高齢化社会で医療費、年金、介護費、これらの負担が増え続けています。そのため政府や財務省は恒久減税には慎重という立場を取りやすい。しかし国民側からすると税収が増えているのに生活が苦しいという感覚になる。ここが今かなり大きな不満につながっています。そして今回のベビーシッター優遇も本当に今そこを優先するべきなのかという議論になっているわけです。もちろん柔軟な育児支援が必要なのは事実だと思います。夜間、休業、短時間利用など保育園だけでは対応しきれない部分もあります。ただ多くの家庭が求めているのはまず普通に子供を育てやすい社会なのかもしれません。安心して預けられる保育園、足りている学童、保育士の待遇改善、そして子育て世帯の負担軽減。今回の政策、皆さんはどう感じましたか？少子化対策として必要だと思いますか？それとももっと優先すべき政策があると思いますか？ぜひコメント欄で皆さんの意見を教えてください。このチャンネルでは今後も日本の政治、経済、社会問題についてできるだけわかりやすく発信していきます。少しでも参考になった方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。